毎日の学校や仕事の中で、もう耐えられない、やめたいな、って思うことありませんか？学校では友人や恋愛のことで悩むこともあります。気持ちをうまく伝えられなかったり、友人や恋愛関係でどうしたらいいかわからず、ただ我慢してしまうこともあるかもしれません。仕事では上司との関係や仕事内容で悩み、改善方法が見つからず、毎日辛く感じることもあります。でも、ふと立ち止まって考えてみませんか？このまま我慢し続けるのがいいのか？それとも、立ち去る選択をしてもいいのか？今回のテーマは、置かれている環境の中で、耐えることと逃げることの両方を見つめながら、あなた自身の道、あなた自身のスタンスについて考えていきます。学校や仕事で辛い状況に直面することもあります。でも、ふと立ち止まって考えてみると、耐えることには、ただ我慢する以上の意味があるように感じます。ユダヤ人のビクトール・フランクルは、ナチスの強制収容所を生き抜いた精神科医です。当時の収容所は、極度の飢えや労働、暴力が日常で、多くの人が命を落とす過酷な環境でした。フランクル自身も最初から強かったわけではなく、生きる希望すら失いかける日々を経験しました。それでも生き延び、精神科医として人々を支え、困難の中で人生の意味を見出す大切さを伝えました。フランクルは言いました。人生の意味は困難に立ち向かう中で見出される。高校生で友人関係や恋愛に悩むことがあっても、そこではどうしても言えない恥ずかしさや、周りの目が怖くて動けないなどの苦しみを経験することもあるかもしれません。ただ、それらの経験が少しずつあなたの内面に刻まれ、少しずつあなたを支える力に変わっていくかもしれません。一方、仕事の場面では、会社で長く勤める経験や、上司からの信頼を得ることも、耐えることで培われるものだと感じます。もちろん、年功序列や退職金制度のある会社では、そこから得られる所得や安定も多いかもしれません。加えて、困難に直面しても踏ん張った経験や、信頼関係を積み重ねることは、あなた自身の成長や今後の選択に、深くつながるのではないでしょうか。学校や仕事での困難も、フランクルが示したように、心の奥でじわりと強さに変わっていくかもしれません。辛い環境にいると、逃げてはいけない、と思い込んでしまうことがあります。でも、本当にそうでしょうか？ヘルマン・ヘッセは、1877年ドイツ生まれの作家で、詩や小説を通じて個人の精神的成長や自由を描きました。彼自身も人生で孤独や挫折を経験しながら、自己の道を模索し続けた人物です。そんなヘッセは言いました。自分の人生に忠実であれ。逃げることもあなたの選択の一部である。私たちは辛い環境に身を置き続けることだけが正しい選択だとは限りません。場合によっては立ち去ることも自分の道を選ぶ一つの方法だと感じます。高校生活や仕事、恋愛、部活、ここに居続けるべきか悩む瞬間は誰にでもあります。そんな時、無理に踏ん張ることだけが正解ではありません。自分を守り、心の健康を優先して環境を変えることも
立派な勇気です。例えば、部活を休むことや、大学を辞めること、退職代行に依頼して職場を去り、新しい仕事を探すことも、決して恥ずかしいことではありません。それはむしろ、自分自身を大切にする行為なのです。逃げることは、単に、逃げ腰、ではなく、状況を冷静に見極める大人な判断でもあります。衝突を避けるという選択肢も、時には重要かもしれません。もし今の環境が苦しいなら、自分を責めず、逃げる勇気を持つことも大切です。それはあなたにとって、新しい一歩につながるかもしれません。じゃあ、耐えることと逃げること、どっちを選べばいいの？そう思う人もいるかもしれません。でも大切なのは、どちらを選ぶかだけではなく、その中で自分を見つめ、行動してみることだと感じます。まずは、自分を見つめ直すこと。つまり自己洞察です。子供の頃、何をしている時が楽しかったか、どんなことに夢中になれたかを思い出してみましょう。小さなことでも構いません。それが今の自分の傾向や強みにつながることがあります。占いや相談サービスを利用して、自分の性格や能力の傾向を知るのも一つの方法です。こうした自己洞察は、環境が変わった時でも、自分に合った選択を考えるヒントになります。次に、行動してみることです。自己洞察で得た気づきをもとに、小さな一歩を踏み出すこともできますし、場合によっては環境を大きく変えて、再スタートすることも可能です。アルバイトやボランティア、短期の仕事を経験することで、接客が向いているのか、体を動かす仕事が合っているのか、といった自分の適性を実感できます。また、趣味を極めたり、学び直しや留学などで、生活環境を大きく変えることも、立派な行動です。重要なのは、行動そのものが自分を知る手段であり、前に進む方法であるということです。日本では、若者が社会体験を幅広くできる教育の場は、まだ少ないようです。それでも、自分を見つめながら行動することで、進む道ややりたいことを少しずつ見つけたり、耐えるか逃げるかの判断の手がかりを得られるかもしれません。こうして経験を重ねることで、この環境は合わないと感じた時にも、次の選択肢を考えるヒントが見えてくるでしょう。環境が合わない。辛いと感じることもあるでしょう。いわゆる、外れガチャを引いた状態です。親ガチャがうまくいっていないと、感じることもあるかもしれません。確かに、生まれや環境は自分では選べない部分が多く、どうしようもないと感じることもあると思います。ただ、そこでただ嘆くだけで終わってしまうと、可能性が閉ざされてしまいます。すぐに大きな変化を望むのは難しいかもしれませんが、小さくても次の選択肢を自分の手で作ることはできるのではないでしょうか。別のガチャを引くように、将来の選択によって状況が少しずつ変わっていく可能性もあるのです。例えば学生であれば、クラス替えや部活の人間関係が合わなくても、将来の進学先や進路を見据えて、準備を始めることができます。オープンキャンパスに参加してみたり、放課後の活動や趣味に取り組むことが、自分に合った環境を探すヒントになるでしょう。ここで大切なのは、
親や周囲が喜ぶ進路を選ぶことも一つの方法ですし、自分を見つめ直して違う道に進もうと決めることも、また立派な選択だということです。極端な例では、高校を辞めて別の環境を選び直した人が、その後に自分らしい生き方を見つけたケースもあります。もちろん、何もやりたいことが見つかっていない場合には、選択肢が狭まるリスクもあるので、慎重さは必要です。社会人の場合も同じです。職場の環境や人間関係が、どうしても合わないと感じることはあるでしょう。その時は、生活やキャリアを少しずつ整える工夫が選択肢になります。経済的な基盤を作るために資産運用や副業を学ぶこと、支え合える人脈を広げること、資格取得で次の仕事に備えることなどです。また、自分の得意や好きに正面から向き合って、趣味やスキルを伸ばすことで、新しい働き方や暮らし方をデザインする人もいます。収入が安定しているなら、プライベートを充実させる方向に力を入れるのも選択肢ですし、人との出会いや関わりを優先して環境を変えることだって、否定されるものではありません。さらに、中には思い切って、大きく生活を変える人もいます。住む場所を移したり、これまでの流れを断ち切るような決断をすることは、確かにリスクを伴います。けれど、その分、ここからもう一度やり直そうという覚悟や、新しい人生の形を見つけるきっかけになることもあるのです。そうした例があるということ自体が、心の中で今のままでは終わらなくてもいい、という余白を生んでくれるのではないでしょうか。置かれた環境をただ受け入れるのではなく、選択肢を自分の手で少しずつ広げていくこと。その積み重ねが、今は、外れガチャのように見えても、未来の当たりを引く準備になっていくのだと思います。こうして少しずつ、選択肢を広げた先にあるのが、自分軸で生きるということです。ここからは心理学者カール・ロジャースの考えを参考にして、具体的に見ていきましょう。心理学者カール・ロジャースは、1902年アメリカ生まれで、来談者中心療法を提唱しました。ロジャースは、人は他人の評価に左右されるのではなく、自分で選ぶことによって成長し、充実した人生を送ることができると考えた人物です。自分の感情や欲求に正直に向き合い、自分で選択することの大切さを強調しています。辛い環境や困難な状況に直面した時も、自分が選んだという実感があるだけで、その経験は少しずつ意味を持つものになっていきます。例えば、もしブラック企業で働いているとしても、そこから学べる経験や出会い、給与面での恵まれた状況を活かして、将来の趣味や生活に余裕を作ると考えれば、無理に耐え続けなくても、納得できる部分があるかもしれません。もちろん、退職して環境を変えることも立派な選択です。大切なのは、自分が選んだと少しでも思えるかどうかです。また、他人に好かれたいと思った自分の気持ちも、自己の欲求を満たす選択として認めていいのです。ロジャースも指摘するように、他者の承認に依存しすぎると自分軸が揺らぎますが、自分で選んでいる限り、それも自分軸の一部になります。こうして心の持ち方を少し整えるだけでも、毎日が少しずつ生き生きしてくるかもしれません。自らの道を選ぶということは、完璧な答えを見つけることではありません。
自分軸で決め、選んだ道を歩む勇気を持つことが大切です。そして、あなた自身がその選択の価値を感じられますように。と、願いたいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、お願いします。でも、低評価も全然嫌いじゃありません。それだけ見てくれたってことだから。これからも常識の奥にあるものを一緒に探していきましょう。よろしくお願いします。